皆さん、グロミナ、X ジェンダーです。X ジェンダーとは、性の自認に幅があること。男に寄っていることもあれば、女に寄っている時もある。それが事前に分かっていれば、その日の予定や服装を決めるのも楽なんですが、そうもいかないことも多いのです。仕事のない休日。朝起きて、目が覚めて、なんだかんだしているとだんだん肩が凝っている、体が軽い、喉が変、などなど、その日の体調がだんだん分かってくる。皆さんもそうだと思います。僕の場合は、そこに、今日はどっち寄りの日だな、という感覚が足されます。つまり、朝起きてみないと分からない。これ、実はかなり厄介な感覚でして、事前に立てた予定と噛み合わないことがあるのです。男寄りの時はこう、女寄りの時はこうという明確な基準こそないんですが、まるで昨日とは別人のような時は大変帳尻合わせに苦労します。そんな自分の性別の帳尻合わせに大変役に立つのがファッションです。服装は日常生活においてとても便利です。行く場所、やること、会う相手、フォーマルなのかカジュアルなのか。たとえ慣れない TPO でも反強制的に自分の気分や振る舞いを変更します。ソフトウェアだったら驚異的なツールです。その日の性別と照らし合わせて自分に服を着せてあげます。スカートがいいのか、ズボンがいいのか、タイトがいいのか、オーバーサイズがいいのか。やってることはほぼ友達コレクションです。僕はこういうアクセサリーの収集癖があるので、こういうのも合わせて、どんどん横のグラフをジェンダーの性自認のこの幅の横のグラフをどんどん合わせていきます。14、15年もやっていればさすがに慣れたものです。それでもマイノリティの自覚がないときは、すごく大変でした。選択の余地がないですしね。気合を入れておしゃれをしたいときは、その日の朝にやるのでは間に合いません。それどころか、昨日までに決めていた服とその日の性別のよりが全然違うなんてことも。そういう時はだいたい 2,3 通りあらかじめ組んでしまいます。男寄りだった時用、女寄りだった時用、真ん中あたりだった時用。言わずもがな、そんな一度に全部考えられていません。普通一つのデッキを全力で組み上げるもんです。そんな撮影現場の衣装さんみたいなこと僕にはできません。よってだいたいどこか一つ入れ替えれば済むようなものを組みます。どこか一つに軸を決めて、あとは全部流してしまう。三連単軸一頭マルチ総流し。なので僕が持っている服は軸になるようなものや汎用的なものばかり。気づけば同じような服を使い回しています。一番人気ですね。旅行のようにあらかじめ前もって準備することが多いときは全く逆の手順を踏みます。そう、こっちが合わせに行くのです。こっちが合わせに行く。つまり、その日の性自認を自分で無理やりひん曲げる。ファッションはもともと自分の気持ちを高めたり、相手の印象を操作するためのものです。自分から合わせに行くようなものではありません。簡単に言っていますが、やることはかなり難しいです。自分の性別を変える。何をわけのわからないことを。それでも、やるしかありません。まるで大事な試合を控えているアスリートがごとく、ピークとコンディションを当日に持っていくかのように、何日もかけて、その日の性別が狙ったところに行くように仕向けていく。やってることが本当にギャンブルのようになってしまいました。当日になって、やっぱり合わせられませんでした、テヘペロとなってしまっては困るので、この時もやはり流し馬券戦法を使います。抜かりはありません。考えれば考えるほど、面倒な性別ですよ。なんだ X してんだって。不便なもんだよ、マイノリティってのは。今回はファッションというよりも X ジェンダーそのものの紹介がメインになりました。この性自認自覚する前は、本当に大変でしたが、自覚した後もやっぱり大変でした。スカートが使えるようになったからといって、女よりイコールスカートというわけではありません。レディースはパンツスタイルだってありますしね。夏は僕は機能性重視になってしまうので、比較的単調ですが、逆に何でもできちゃう冬なんかはそりゃあもう大変です。でも、もし
着れるのであれば、着たい服は着たいですよね。何々だから着てはいけないとか、そういうものはありません。所詮ファッションなんてみんな好き嫌いが違うんです。何々だから着てはいけないとか、男が女の服着るのとか無理とか、そういうのは、ただのその人それぞれの好き好みなので、自分が居心地よく出歩けるための装備は妥協なく選んでいいんじゃないかなと思います。まあ、あくまで着こなす努力は必要ですけど、TPO とかエチケットとか、そういう最低限守んなきゃいけないものはマイノリティもマジョリティも同じです。まあだから、皆さんスカート履くときは中とか毛とか気遣いましょうね。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。ではまた。さらば。